皆さんこんにちは。今回は先日開催された GDC ゲームデベロッパーズカンファレンス2023における Unity の講演動画を紹介していきたいと思います。GDC2023 において Unity はいろんな講演を行っています。これらの動画は YouTube の Unity 公式チャンネルで公開されています。一気に一般公開するとごちゃっとしてしまうので、とりあえず限定公開になっていますが、こちらのページから全て見ることができます。概要欄からリンクしておきますね。今回はこれらの動画の中から個人的に気になったものをいくつかピックアップして紹介したいと思います。まずは Unity のロードマップですね。この講演では Unity の最近の動向について解説しています。すでに各所で発表している内容も含んでいますが、最新の情報を整理するにはいいと思います。特に LTS を使っている方には、次の LTS のアップデートに備える意味でもおすすめです。この講演は日本語吹き替え版も用意しました。概要欄からリンクしておきますので、ぜひチェックしてみてください。次に紹介するのは Unity の新機能や新要素について触れた講演です。まずは新しい URP サンプルシーンについての講演です。マルチプラットフォーム対応を前提としたカスタムシェーダーや最適化について解説しています。結構詳しく中身を解説しているので、実際にサンプルが公開されてからもう一度改めて見返してみるといいかもしれませんね。次は Adaptive Probe Volume APV の講演です。APV は Unity に従来からあるライトプローブの代わりとなるグローバルイルミネーションの機能です。ライトプローブよりも設定が簡単で、しかも高機能に改良されています。この APV については以前このチャンネルでも触れていますね。すでに使い始めている方もいるかもしれません。この講演では APV の最新機能についてかなり詳しく解説しているので、使っている方はぜひチェックしてみてください。次は HDRP で開発が進められているウォーターシステムについての講演です。このウォーターシステムは非常に面白い新機能で、いつかこのチャンネルで紹介したいなと思っていました。ただ何分開発中なので、いつ紹介しようかタイミングを迷っていたんですよね。デモを交えて詳しく解説されているので、興味のある方はぜひこちらの動画でチェックしてみてください。次にいくつか紹介するのは Unity で開発されたゲームの事例についての講演です。まずカーバルスペースプログラム2 KSP2 の開発事例ですね。KSP はロケット開発をテーマとしたゲームです。日本でも人気のあるタイトルなので興味のある方は多いかもしれません。この講演ではカスタム開発されたテレインシステムについて詳しく語られています。次は Just Dance 2023の開発事例です。このタイトルでは Unity の新しい UI システム UI ツールキットが本格導入されています。UI ツールキットをランタイムで使用している事例はまだ珍しいです。そういった意味で貴重な事例紹介だと思います。UI ツールキットの導入を検討する際にはぜひ参考にしてください。次に紹介するのは Unity の既存機能に関する講演です。この講演はシェーダーグラフの応用について触れたものです。開発のフェーズを3つに分けて、それぞれのフェーズで役に立つシェーダーの使いこなし方を紹介しています。この視点はちょっと面白いなと思いました。プロトタイピングで役に立つシェーダーとプロダクションで役に立つシェーダーというのはそれぞれ別にあるわけですね。テクニカルアーティストの方におすすめの講演です。こちらの講演では VFX グラフの最適化について解説しています。僕も VFX グラフをよく使っていますが、最適化については本格的に考えたことがなかったので、個人的にも参考になる講演でした。VFX グラフを使っている方はぜひチェックしてみてください。この講演では 2D スプライトにおけるライティング表現のノウハウを紹介しています。こういう 2D の表現をリッチにするテクニックというのは日本でも需要のある話題だと思うんですが、このチャンネルではあんまりそういうのやってないですね。このサンプルプロジェクトについては機会があればこのチャンネルでも触れてみたいと思います。最後に紹介するのは Unity のプロダクトに関する講演です。この講演は GivaVFX について紹介したものですね。
Jiva は筋肉や皮膚の動きをリアルにシミュレーションする技術です。この講演ではその技術をリアルなキャラクターではなく、カートゥーン的なキャラクターに適用した例を紹介しています。シミュレーション技術なのでリアル系の表現に使われるものと考えがちですが、こういったスタイルでも利用価値があるというのは興味深いですね。この講演ではパーセクの活用方法について解説しています。パーセクはリモートワークの現場で使われることがあるので、最近存在を知った方もいるかもしれませんね。パーセクは低遅延で高画質のリモートデスクトップ環境です。この講演ではゲスト招待機能を使って開発中のゲームのテストプレイに使用するという例を紹介しています。僕はもっぱらパーセクはリモートワークのソフトウェアだと思っていたので、こういう使い方もあるんだというのはちょっと面白い発見でした。そんなに頻繁に使う方法ではないかもしれないですが、こういう使い方もできるんだというのを覚えておくと、いつか役に立つ時が来るかもしれませんね。GDC 講演動画の紹介は以上です。今後いくつかの動画については日本語吹き替え版を公開する予定です。公開のお知らせはこのチャンネルや Unity Japan Twitter アカウントなどで行っていますので、ぜひ登録・フォローをお願いします。